どうも、日本語で喋りましょうの岡田と、木村です。このポッドキャストではカジュアルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。木村ってさ、今、いくつだっけ？今29ですね。あ、29か。そうだよね。俺と同い年で、俺の方が誕生日遅いから、もう俺はまだ28なんだけど、ほぼほぼ同い年でさ。そんで、そうだね。もうお互いアラサーだね。本当だよ。うん。もう、あっという間にね、次30になって、うん。なんかすげえ、あれだな、20代と30ってちょっとすごい、なんか、隔たりがある感じがするからさ。うん、なんかね、急に老けた感じするよね。そうだね。まあ、結局何も変わんないんだろうけどさ、うんうんうん。なんかね。そうだね。気持ちの問題だね。そう。そううん。そうそう。まず、アラサーってさ、俺ら、うんうん。日本ではよく使う言葉だけどさ、うん。あれだよね。アラウンド30。そうだね。英語のアラウンド30の略で、大体俺の認識だと30歳から前後3歳ぐらい。だから27から33ぐらいまでをアラサーっていうような認識持ってるけど、木村も同じ感じ？なんか、30なったらもうアラサーって言うん。わないような気もする。もああ。う20後半で30うん。近いっていう、そのなんか、もうすぐ30来る感がアラサーっていうのかなと思ってる、勝手に自分で。その定義はちょっ確かに。と微妙。確かにその意味で使ってる人の方が多いかもね。そうかもね。あと、アラフォーとかさ、アラフィフとかも言うよね。言うね。うん。なんか、60とかになったらそんなないけど、うん、アラサー、アラフォー、アラフィフまでは聞いたことあるわ。そうだね。うん。うんうん。で、お互いアラサーってことなんだけど、うん。若い人、いわゆる Z 世代の子とかはいとはいはい。話す機会ある？そうだね、2000年代生まれの子とか、うん。一緒に働いてるところでアルバイトでいるから、うんうん。話す機会はあるね。あ、本当に。あ、じゃあ今うん。回ね、簡単かもしんない。というのもね、今日はアラサーの木村、それから聞いてる人たちにね、若者の言葉クイズっていうのをやりたいと思ってて、はいはいはい。で、それをまず意味を知ってるかどうか。で、うんうん。実際木村はその言葉を使うかどうかとか、いろいろ聞いていきたいと、思います。はいはい。はい。なんかいけそうな気がするけど、うん。まあ確かに若者とね、話す機会あるからね。そうだね。うん。じゃあ早速、第1問。はい。第1問、1つ目はね、エモい。はい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 。これは聞いたことある？これ聞いたことあるね。うん。あ、マジか。じゃあ、意味は何でしょうか？感情的とかそんな感じかな。多分英語のさ、エモーショナうん。ルうん。から生まれた言葉なんじゃないかなと思うけど、どう？うん。正解。すごいね。うあ、ほんん。と？やっぱ合ってた？もう、はいはい。そうそうそう。もうまさに今、木村が言った英語のエモーショナルの、短くしたバージョンで、感動したりとか、切ない気持ちとかを表すときに使う言葉。ああ、なるほどね。はいはいはい。うんうん。例えば、なんか、歌聞いて、あ、この曲エモいねとか、写真見て、この写真エモいとか言ったりする。はいはいはい。なるほどうん。なるほど。うん。実際使うこの言葉は？いや、ちょっと使わないけど、うん。使うつもりもないけど、あの、意味はね、分かるね、すごい。そのなんか、日本語で言う感情的とかっていうよりも、うん。なんかその深く、あの、じわじわと来る感じがするかな。なるほどね。じゃあ意味は知ってた。あんまり使いはしないんだ。
そうだね。ちょっとなんか、新しいかな。新しちょっい、若い、とね。若い言葉だったかな。うん。じゃあ、第1問大正解で、次、第2問です。はいはい。2つ目はね、チルイ。うんうんうん。うん。これは聞いたことある？聞いたことはないね。うんうんうん。じゃあ、意味なんでしょうか？チルい、なんだろうな。なんかリラックスしてるとか、なんだろうな。うん。落ち着いてるとか、そんな感じ？うん。すごいね。大正解。ああー、はいはいはいうん。はいはい。これはね、なるほど。多分、木村も予想通りだと思うんだけど、英語のチルっていう言葉から来てて、もうまさに木村が言ったようにリラックスしたりとか、まったりしたりとか、落ち着いた様子を表すときに使う言葉で、はいはい。うん、例えば、このカフェチルいねとか、この歌チルいねみたいな感じで使うらしい。なるほど。うんうん。なんかちょっとなんかかっこいいっていうか、なんかおしゃれなみたいな感じだよね。認識としてそうだね。きっと。うん。絶対なんかそういう若者言葉でさ、毎回さ、違う、かっこいいとかそういう意味のなんか新しい言葉って毎回出てくると思うわ。なんか、うんうんうん。あの、確かに。そう、俺らの世代ではないけどさ、ナウイうん。とかさ、あったね。あったあっそう、た。俺らよりちょっと上の人たちが使ってた言葉だけど、なんかうん。今風とか、ちょっとかっこいいみたいな意味でさ使ってたりとかするうんうん。けどさ、なんかそういう、あの、やっぱ若者の中でこれかっこいいとか、これいけてるみうん。たいなのは、なんか絶対あるんだね。そういう若者の言葉毎回出るんだね。だね。それ確かに面白いね。確かになんか若い人はそのままかっこいいって言わないで、なんか多分かっこいいっていうのをそのまま言うのがもうかっこよくないんだと思う。そうそうそう、そういうことだ。そういうことだ。やっぱそういうことだ。うんうんうん。あ、なるほどね。すごいね。まあ、大正解2問目ということで、はいはい。じゃあ次、第3問。これははい。ね、どちゃくそ。どうん。ちらくそ聞いたことなさそうだね。う。ないね。どちうん。らくそじゃあまあ予想してもらって、意味は何でしょうか？う。なんか、どちゃくそってパッと聞いて、うん。なんか、めちゃくちゃとかっていう今、なんか、イメージが浮かんだんだけど、うんうんうん。言葉の音的にね、なるほどね。うん、じゃあ日本人結それで、構使うじゃん。うんううん。んうん。そうだね。それファイナルアンサーでいい？はい。はい。うん。大正解。あ、マジで？あ、本す当？ごいね。うん。そうそう。もう本本当？当に木村の言った通り、なんかめちゃくちゃと、まあ同じ意味で、まあクソってあるから、なんかクソなんとかってさ、日本語でさ、ちょっと汚い言葉だけど言ったりするけど、それのもう上バージョン。クソ、どちゃくそ、みたいな。ああ。あ、それはもう悪い時だけ？それいい時もいける？そう、いい時も使っていいみたい。なんか、どちゃくそ楽あ、しいとか。はい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 。うん。なるほど。で、もちろん悪い時もどちゃくそムカつくとか、まあ、使う人もいるみたいだね。ああ、うん。なるほどね。そうそなんか、めちゃでよくない？めちゃかっこいいとかさ、めちゃう。うん。忙しいとかでいいんじゃないかなと思うけど、やっぱどうなんだろうね。若い人だからね、そういうの使いうん。たいんかね。そうだね。どうこの意味聞いてみてさ、自分も使おうかなって思った？ ちょっと大丈夫かな。うん。大丈夫。うん、なるほどね。今俺が持ってるボキャブラリーだけでちょっと、大丈夫かなっていう。うんうん。新たにはい。加えることはないと。そうだね。うん。はいはいはい。でもすごいね。今のところ3問中全問正解。はいはいはい。うん。ってことで、じゃあ次行ってみましょうか。次はね、第4問。キャパイ。はい。はい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 。うん。これ聞いたことはある？聞いたことはない。うん。じゃあ、予想はどう意味は何でしょうか？あの、最初のなんか数問と同じように、うん。英語から来てると思ってるんうんうん。だけど、その、キャパシティとか、うんうんう限ん。界に近いとかそういう感じじゃない？すごいね。それもね、正解です。あ、本当？本そう当？そうそう。
すごい生きていけんな、こなんか、の若い世界の中で。そうそう、なんとなく意味分かって会話成り立つからね。そうだね。あ、すごいね。本当にええ、木村が言ったキャパシティ、そう、それのキャパシティオーバーで、まあ、テンパったりしてる状態のことをキャパイっていうらしい。はい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 。うん、例えば、なんかテスト期間中で勉強キャパイからもう友達と遊びたいとか、あとは、ああ、なんか食べ放題のお店行ってちょっと食べ過ぎてキャパイとか。いや、あ、お腹がね、うんうんお腹がうん。キャパいだ。そうそうそう。っはいはいはい。ていう風に使うらしいんだけど、どう使うと思う自分で。いや、ちょっと大丈夫かな。うん。全然なんなんか若かね、者言葉アレルギーがあるね。そうだね。なんか別にわざわざそう、なんか半分英語みたいにしなくても、うんいっぱいね、うん現存する言葉があるので。うんうん。うん、なるほどね。うん、そんなそうだね。で、良きまあ、なん古きかすごい、日本語で会話するよ俺はと。うん、なんかすごい切羽詰まってる感は、うん感じるけど、その言葉、うんなんかキャパシティ、なんかすごい、もういっぱいうんうん。だって感じは伝わる。うん。ああ、じゃあ意味自体は納得できる。意味は納得できるね。うん。なるほどなるほど。じゃあ次行ってみましょう。5問目。はい。次は、てーてはいはいはい。ー。うん、これも聞いたことなさそうだね。てて、ないね。うん。じゃあ、もう当てずってて。ぽうでもいいけど、答えは何でしょうか？なんか、うん。あの、なあなあにするとかってさ、うんうん。言葉あるじゃん。あるね。なあなあってなんか中途半端にするみたいな。うんうん。物事をなんか、あの、それに近い感じがするんだけど、どう？うん。残念。初の不正解ほんと。です。うん。これはね、むずいとええ。思う。うん。これは、まず日本語の尊いって言葉から来てて、で、それをはあ、ちょっと崩はいはいはい。して、尊い、てーてー。で、意味はなんか、てて、その尊いとか最高とか素晴らしいみたいな意味。なるほどね。そうそう。特になんか好きなキャラとか好きな人について話すとうん、きに使うらしくて、例えば映画見て、あ、このシーンてーてーうん、とか、このキャラクターてーうん。てーとか、まあそんな感じで使うらしい。なるほど。ああ、うん。なるほどね。ま、そういう日本結構特有のさ、うん。推し文化とかさ、うんうん。なんかアイドルを応援したりとか、うん。好きなアニメキャラクターでもいいし、うん。ね、そういうのをなんか推すっていう文化があるからこそ、なんかあるうん。言葉だよね。確かにそうだね。うん。木村も自分のさ、推しのアイドル、てーてーって使いたいんじゃないの？推しのアイドルね、今、誰だろうな。なんか、ちょっとてーてーって言うほどまでの推しは今んとこいないかな、ちょっと。うん。ああ、じゃあもうちょっとね、推しのアイドルを見つけてもうちょっとからね。見つけてね。そうだね、うん、てーてーって使いたいね。うん。じゃあ今日初だね、ちょっと使いたいって思ったのは。ちょっとなんか意味がすごい、なんだろうな、こう、じわじわ来る感じ？その、ああ、ああ、すごい尊いんだろうなっていうのが、まあ、伝わるかなと思った。おうおううん。おう。なるほどね。じゃあこの言葉はあんまり嫌いじゃない。そうだね。うん。おうおうおう。いいね。じゃあ次です。次はね、第6問。はい。えKP。KP。KP。うん。KP これもか。難しそうだけど、答えは何でしょう？どうぞ。KP。空気を、うん。なんだろうな。俺らが使ってた言葉でさ、KY ってうん。あったじゃん。あったあった。KY って空気が読めない人とかうん。のことを KY って言ったりうん。したけど、それに近い言葉なんじゃないかなと思うんだけど、か、うん。ちょっとね、これは全然近くないです。残念、不ほんと？正解。うん。もっとね、短い。
答えもっはね、と短い。そう、もっと短くて、KP で乾杯。乾杯か。いや、乾杯でうん。いいじゃん、もうそれ。そうだね。全然。全然乾もう音杯でいいじゃん。的にはね、別にそんなに短くそう。なってないね。そうだね。うん。ほんと。もう本当にそれ使うの？説明。いや、俺、実はね、これね、今流行ってんのかわかんないけど、俺、大学生の時、乾杯する時にね、KP ってもう言ってたのよ。マジ？そうそうそう。最先端だっだから、たんだね。そう、俺これ知らなくてさ、これが今流行ってるってさ、ネットで見てさ、あ、ようやく時代が俺に追いついてきたかと思って。もしかしたらあれじゃない？その大学生時代、そのうん、方が KP って言ってるのをさ、なんかどっかうん、横で聞いてた人がさ、うん。それを普及し始めてたんじゃない？実は。あ、なるほど。その時隣にいた、高校生とか中学生が、俺がお酒飲める時になったら使うぞって。そう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 。そなれでるほどね。今こう流行り出してるみたいな。うあ、ん。じゃあ他にもね、俺が言ってた言葉でもしかしたら流行り出すかもしれないね、将来。わかんないよ、それね。うん。あるかもしれんよ。あるかもしれない。いや、じゃあ、また不正解。今、2問連続不正解でちょっと波が、風が、ね、風向きが変わってる感じがするけど、次で最はいはい。後です。うん、次最後。7問目。これは決はい、めないと。うん。そうだね。でも難しいよ。7問目はね、スタレン、スタレン。スタレン。うん、はい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 。これも難しいとビビってきたやつがあったよ、思うけど。俺。あ、本当に？実は。おうおうおう。あ、じゃあそれかもしれないね。じゃあ答えをどうぞ。廃れた恋愛。もうね、これ全然違う。マジマジ？あ、もう全然違くてすげえね。ハマってたけど、今。うん。うん。なんか、その言葉も俺は好きだけど、でも、答えはね、スタンプ連打。あ、スタンプ連打。そうそう。はいはいアプはい。リのさ、LINE あるじゃん。日本でみんな使ってるうんうの、ん。そのスタンプを連打して送ること。スタレン。ああ、なるほどね。うん。なんかあ、ね、いつ使うんだって感じだけどね。なるほど。終わりそうな恋愛じゃないんだ。その、うん。全然違う。もう、終わりそうっていうか、終わった恋愛だね、廃れた恋愛。あ、違うのか。そうそう。そっちスタの意味でもね、レンね。またね、将来流行るかもしれないけど、今流行ってる将来流行のはスるかもしれん。タンプ連打。そうそうそう。なるほど。そうあ、だね、なんかスタンプ連打で、なんか友達を、あの、朝起こしてみたいなさ。そうそうそう。そういう感じ？そう、そういう時に使ったりするらしい。明日朝7時に起きないから、7時に起きなきゃいけないから、スタレンして起こしてとか。ああ、なるほど。うん。それでも、通知がバンバンバンっていっぱいこう来るからね、目覚めそうるみたいな。そうそう。そう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 。いや、でもさ、なそれるほど。普通に電話すりゃいいやんって俺は思っちゃうんだけどさ。そうだね。俺らの時モニコとかってですよね。モニコ、そうだね。モーニングコールね。モニコ。モーニングコール。そう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 。ああ、ちょっとそれに似たのが結局若い世代でも繰り返されるんだね。なんかしらそうだね。そういう風に、回り回って、同じような言うん。葉がこう生まれるんだろうね。そうだね。はい。ということでね、今日、木村のクイズの結果は、7問中、4問正解。半分以上だ、半分以上。そうだね。本当にさ、もう今、アラサーだからさ、その若者と、この上の世代の狭間にいるっていう感じの、結果だよね。確かにね、もうなんかちょっとぶら下がってる感じだよね。ちょっと若い世代の、そ中に。そうそうそう。う。まだおじさんになりたくなくて、なんか若者世代にこう、すがってる感じ。そう、しがみついてる感じ。そうそうそう。うんうんうん。まあ、いろいろね、若者言葉ってあるけど、今日聞いた中でさ、使ってみたいなって思ったのあった？そうだね、てーてーだね、てーてー。ああー、てて言葉の響きてーてもいいしね。ー。てーてー言葉はちょっといいね。その聞こえがなんかいいわ。あーあー、あーそうだね。うん。俺はね、あの、もう昔から使ってたんだけど、やっぱ KP をね、押したいと思う。KP また。うん。はい。はい。なるほど。はい。ということでね、今日は日本語の若者言葉について話してみました。今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の
振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを読みたい人は、リンクに載っているパトロンサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。